皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の4日、木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の9時52分とほとんど10時ですね。1時間半ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、7月21日投開票の参議院選挙の最大の争点は、日本国民が憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返す未曾有の犯罪者集団、安倍自公政権を過半数割れにして完全打倒への第一歩を踏み出せるか否かであるというのが今日のメインテーマです。最初このメインテーマをですね、フォーマット、最初に出てくるフォーマットに入れると長すぎてですね、画面全体を占めちゃうんですね。そして一番下にある、消すというタブが画面に出てこないんで、ずっと画面を占領するということで、結局第1回目のはやめて、2回目のテイクアウトとテイクということで、ちょっと混乱しましたけど、ちょっとこれは改善してもらいたいですよね。ということで今日の放送を始めます。ワイワイニュースライブ通算で2807回目ですね、今日は。一元放送でツイキャステレビで、音声も映像も今のところ問題ないということで、今日の放送を始めたいと思います。一番最初のコラムは最新のニュースということで、昨日お休みしたんで、火曜日ですね、のメインテーマをあれとあれちょっとあれですね、忘れましたね。火曜日のメインテーマ、なぜ2013年から今日まで計700兆円以上の税金と日銀貨幣をアベノミクスの名で経済に投入した日本の経済成長率がこれほど低く、なぜ中国の経済成長率がこれほど高いのかと。これがメインテーマだったんですけど、ちょっと待ってください。今、印刷しますね。印刷したと思ってたんですけどね。ちょっと待ってください。これか。これですね。今日は放送の開始から2つのミスがありましたね。申し訳ないですね。ということで、これを印刷すると
印刷をし忘れてましたね。ということで、これがですね、火曜日のメインテーマ、アベノミクスで7兆円以上の税金と日銀貨幣を経済にぶち込んでもですね、中国の経済成長率、GDP 成長率の半分以下、だいたい 7% から 6% ですね。で、今年2019年の日本の経済成長率の予測が 1.1、中国は 6.2 ということで、6倍近い差がある。一体どうなってんのと。この700兆円というのは一体どこに行ったのかと。実体経済に行かないから経済成長率が低いんでしょうと。実体経済にほとんど投入されている中国との差が、この経済成長率の差で激然として現れているんじゃないかと。そのことを誰も指摘しないのは一体どうなってるんでしょうというのが火曜日のメインテーマでしたね。ということで、火曜日の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが468名様、YouTube が967名で、全部で1435名ということです。それから今日の画像ですね。今日の画像は123ということで、最初が令和新選組から参議院比例で特定枠として立候補予定の木村英子さんと、それから船越、康彦さん、この2人の重度のですね、身体障害を抱えている人をトップの2人に特定枠に、リストアップして、山本太郎氏は比例で3位になるという、これはかなり画期的なあれですよね。船越康彦さんという方ですね。この人は ALS でほとんどもう筋肉が使えないという状態なんですけど、特殊な発声器具を使って、意見を表明できるということなんですね。これはかなり革命的な偉業ですね、山本太郎氏の。から2つ目の2枚目の画像としては、この老後2000万円の万円必要だという報告書で本当のことを言って辞めさせられたということで、金融庁の企画市場、局長三井秀則局長と、この方は60歳の定年で、普通だったら延長が効くんですけど、本当のことを暴露しちゃったという責任を取らされて、一方的に安倍に辞めさせられたんですね。完全に霞が関の国家官僚を使い捨てにすると。そして自分たちの意に沿わない官僚は首を切るという非常な人事を繰り返しているのが安倍晋三ですよね。だから霞が関の国家官僚のエリートさんたちよと、もういい加減やめた方がいいんじゃないと。彼らに酷使され、過労自殺者まで出ると。そして、ものすごい超過勤務になってですね。だからもう安倍自公内閣、ファシスト内閣のはちゃめちゃな政治によって、本来の
いわゆる国家官僚としての責務ができない状態になっているということで、気に食わない人間はどんどん切っていくということですよね。だからもういい加減あれですよ、抵抗した方がいいんですよ。反乱した方がいいんですよ。そして、3つ目が、これもひどいですね。これもあれですよ、トランプの権力犯罪そのものですね。不法移民の家族らであふれる米テキサス州マッカレンの国境警備隊の施設ということで、これですよ。もうこれ人間なんですよ。不法移民として逮捕された大量の中南米の移民家族たちがこの狭い檻の中に押し詰められているという、こういうことが起こってるんですね。これはもうまさに日本も安倍晋三の権力犯罪が繰り返されていると同じように、トランプによってこのように人間扱いされない人たちが収容されていると、こういうことですよね。ひどいもんですよね。というのが今日の画像ですね。3枚ですね。K さん、コンティニューコイン、いよいよ参議院選が始まりましたねということですね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュース配信スタートしました。ですから今日のタイトルの中で過半数割れっていうのはいくつかというと52なんですね。安倍の目標としているのが安定多数の53、過半数、自公で過半数の53というのが彼目標にしてるんですけど、ですからこの53を割ると52以下にするということが絶対必要ですよね。そして次の衆議院選挙で、彼らを完全に打倒すると、放逐するというための第一歩を踏み出せるかどうかというのが今回の最大の争点ということなんですね。ですから一般的に最大の争点は消費税を 8% から 10% に上げるかどうかとか、あるいは安倍の外交手腕を評価するかどうかとか、あるいは年金問題とか個別の問題が取り上げられてますけど、そうじゃなくてこの未曾有のですね、国家犯罪集団なんですよ、自公政権というのは。これに引導を我々が渡せるかどうかと、これが最大の争点なんですよね。イルミナティ研究会さん、お茶爆10ですね。初耳さんがいつもありがとうございます。コンティニューコインが12345 6枚ですね。石森さん、お茶配信ありがとうございます。初耳さん7枚だ。コンティニューコイン配信ありがとうございます。そして、この放送の前ですね、初耳さん必読っていうことで、これは火曜日ですね。じゃないや、今日のです。失礼しました。今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。ということですね。はい。ということで、YouTube の表紙ですね。38。なぜ中国の経済成長率がこれほど高いのかと。で、火曜日の現時点での総視聴者総数ですね。やはり YouTube の方が1000ぐらい毎回言ってますね。ツイキャスが500ぐらいですね。
それと今日の画像ですね。比例の特定枠にお二人の重度身体障害者の方を入れて、自分は3位に下がったっていうのは、これはすごいですよね。彼ぐらいしかこういう発想出てこないでしょうね。それから2000万円の年金が足んないよと。2000万円どころじゃないみたいですね、本当は。その正直に現状を暴露した局長が定年だと言って、定年延長を認めないでクビにしたと、安倍が。こいつらしいですよね。それとアメリカではトランプが同じような権力犯罪を、許し難い権力犯罪を繰り返していると。こういう移民労働者、不法滞在ということで逮捕された中南米からの移民が狭いですね檻の中に押し込められているということで、警告が出てるんですね。これは AFP の記事で、今日トピックスの中で取り上げますけど、これな、危険なほど過密と、米テキサス州の移民施設国土安全保障省が警告ということで、自らですね、自分たちが逮捕し檻の中に入れている国土安全保障省自身がこの中の監査局っていうのがあるらしいですね。これの長官がこのような警告を発しているということですから、かなり危ない状況だということでしょうね。小僧君、首相の演説日程また非公表と、抗議活動やじを懸念ということですね。からヘチさん、参議院選挙の本当の争点は今日のあれですね、公明で52議席以内に収めるのが国民の課題と。現在の自民党公明党犯罪者政権に引導を渡せるかどうかと、そういうことでしょうね。52ですよ。本来だったら安倍は今回の参議院選を一番最初はもう2回も繰り返してますけど、大義名分をでっち上げて、衆議院解散をして衆参同時選挙にして、両方とも3分の2を確保するということを模索したんですけど、ことごとく大義名分が成り立たないということだったんですね。それで仕方なく参議院選を予定通り行うということで、本来だったら参議院で、改憲の憲法改正の国民投票の発議っていうのをするためには3分の2以上の議席が必要なんですね。衆議院はすでに3分の2になってますから。でも彼の目標は3分の2ではなくて、過半数と53だというふうに、自らですねバールを下げちゃったんですね。ということは、もう彼が必死になって、やろうとしてきた憲法改正が事実上不可能になっているということなんですよね。だからその彼のほぼ自覚している憲法改正はもうできないという彼の敗北を目に見える形で我々が突きつけるということをする必要があるんで、52以下なんですね。
ということなんですよ。ということですね。それからそうですね。はい。今日の画像で、次に今日の推薦映画でずっとこの間映画の新聞記者これを取り上げてるんですけど、この映画新聞記者に関する関連情報として、6月28日に封切られたんですね。で6月29日から30日の全国映画動員ランキングという中でトップ10に入ったんですね、新聞記者が。これはすごいことですよね。で実際に朝日新聞の別の記事だと28日の公開から3日間で4万9800人を集め興行収入6232万円を上げたということなんで、だからすごいですよね。第10位ですって。1位がアラジンっていうんですか、2位がスパイダーマン、3位がザ・ファーブル、4位がそれいけアンパンマン、5位がゴジラキング・オブ・モンスターズ、6位が劇場版歌のプリンス様、7番がメイン・イン・ブラック、8番が今日も嫌がらせ弁当、9番がコンフィデンスマンで、10位が新聞記者ということですね。石森さん、今でさえ無法者集団なのですから、いざとなれば法も破ってくると思いますと。だから彼らにとって最後の手段としては不正選挙ですよね。で特に、武蔵とかフローリーとかいう、正体不明のですね集票専門の商社を使って集票プログラムを改ざんして、偽りの票数を出すと。これが彼らの最後の手段でしょうね。だから徹底的にそれを監視すると。そして、たくさんの人間がこの不正選挙に関わってるんで、その中の一人でもいいから内部告発しろよと。武蔵という会社の社員の中で、良心的な人間が自らの、リスクを背負ってでも内部告発してもらいたいですよね。そうするともう完全にひっくり返しますよ。H さん、映画新聞記者トップ10入りと3日間で5万人総動員と。そうですね。ぜひ行ってください。100万人以上動員しましょう。砂月さん、7月21日、今日のメインテーマですかね。過半数割りにできるか否かと。そういうことですよ。だからこれはもう戦後最大の選挙とばかりでなくて、明治維新以降近代日本が成立してから、いわゆるカッコ付き近代日本ですよね。成立してから現在まで、ですから戦前が70年、戦後が70年、140年以来の最大の争点でしょうね。選挙ですよね。ヒチさんおっしゃる通り、今こそ不正選挙に関わっている人、告発が待たれますということですね。ということで、第10位。
これ全部10位まで入るかな。2つに分けないといけないな。マイナス160。全然ダメだ。スパイダーマン。ちょっと途中からじゃあ後半だけだな。後半だけ。うわ。7位以下か。これですね。7、8、9、10位です。石森さん、自衛隊の中の謀略部隊が海外で戦争を引き起こすということもあるかもしれないと。何でもありですからね。それから次、そっか、関連情報として今のが1ですね。それから2つ目が、新聞記者の公式、サイトのサーバーがダウンしているということで、これ公式サイトから本作の公式ホームページが定期的にアクセスしづらい状態になっていると。訪問してくださいましたお客様には多大なご迷惑をおかけしますと。現在特定の IP アドレスからシステムを使用した集中的なアクセスを受けていることからサイバー攻撃だと。サイバー攻撃を受けているということなんですね。これはもう内調とか自民党、内調から警視庁公安、CIA、あるいは電通、もう寄ってたかってあれでしょうね。妨害してるんでしょうね。でこれはハフィントンポストが第一報で入れたんですね。ハフポスト、サイバー攻撃受けててアクセスしにくくなっていると。これがそうですね。でそれを受けて公式サーバーから現在アクセスしづらい状況になっていると。で現在特定の IP アドレスからですから分かってるんですね。 IP アドレスがということは誰かっていうのが分かるんですね。今は改善してるみたいですね。追記で現時点というのは7月の昨日か22時現在、改善されてますということで、さっきアクセスしたら問題なかったですね。追記で、現在状況は改善されてますというのが出てますね。ということです。ぜひ見てください。それから3つ目が政権批判干されると。2社参加断った映画と新聞記者。これが朝日デジタルですね。これはこの川村プロデューサー、この方が言ってるんですね。いわゆる制作会社が2社打診したけど断ってきたと。あまりにも安倍政権批判がすごいんで、仕事がなくなるということで2社が断ってきたということなんですね。情けないよね。しかし
これ朝日デジタルですけど、これ全部読めないんですね。途中までです有料で。だから自らの首を絞めてますよね。朝日新聞とか読売とか日経とか。読みたい記事が途中しか読めないという、これですね。はい。というのが今日の推薦映画に関する関連情報でしたね。から今日の一言ですね。今日の一言は、この朝日新聞の記事に出てたように、3日間で49,800人を集め、興行収入6232万を上げたという、すごいですね。ぜひ言ってください。今日の一言。おそらく、制作費どのぐらいかかってるのか分かんないですけど、1億とか2億とか、かかっても5億ぐらいじゃないですかね。そうすると、今5万人で、6200万ですから、50万人で6億か。10倍ですからね。50万人動員すればもう十分利益が上がるという大ヒットになりますよね。で、次に、今日の注目情報ですね。令和野原義正氏、ガチンコで喧嘩するんですよということで、この人は創価学会の現役の信者なんですね。でその方が今日ですね、たまたま私今朝新宿にいたんで第一声を聞いたんですね。山本太郎氏とそれから野原さんの大体200名ぐらいの人が新宿の西口に集まってかなり盛大に盛り上がってましたね。でこの時の記事が日刊スポーツに出てたということで、これを今日の注目情報として取り上げました。ヘチさん、ぜひ、そうですね、ブログで紹介したいですね。皆さんに紹介してください。で、この野原さんっていう方は、もともとは沖縄在住の人なんですね。そして、例の沖縄の知事選で、創価学会員として、実名で名乗り出て、そして、誰でしたっけ、現在の沖縄の知事を創価学会員として支持したんですね。でその結果一般的に言われてるのが沖縄の創価学会票の2割から4割が彼のところに集まったと言われて、それのきっかけを作った人ということで、この野原さんが東京選挙区から立候補するということで、今日第一声を新宿の西口で11時からかな、たまたま取り掛かったんですよね。そして聞いたんですよね。ということで、この方は24歳で創価学会に入信し、今年で35年となるということですね。立党の精神は大衆とともに戦い、大衆とともに死んでいくのが原点と、自民党と連立を組んで20年うまみに浸り、民衆救済の精神を忘れ去ったということで、現在の創価学会公明党を痛烈に批判してるんですね。でなぜ東京選挙区から立ったかっていうと、
山口夏夫公明党代表がの選挙区だからです。そこから真っ向にガチンコ勝負するということで、わざと沖縄から東京に選挙区を変えてですね、立候補したということなんですね。東京の山口夏夫様が出る選挙区で野原さんが立候補、ガチンコで喧嘩するんですよと。これは山本太郎氏が言ったんですね。ならぬものはならぬ、ガチンコで喧嘩できると。本気の大人が今東京都から立候補したんですよと。こんな面白い選挙過去にあっただろうかと。でその上で山本氏は消費税、廃止にしませんかと。税金が必要ならまず金持ちから取れと。沖縄の声を聞けと。都会の皆さんにも考えていただきたいと訴えたということで、これは面白い勝負になるでしょうね。ミルキーさん、お茶、期日在外投票の選挙に行きま、投票に行きま、ぜひ行ってください。ということですね。今日の注目情報ですね。で、今日の推薦図書の朗読ですね。これもう最後の第4章、構造改革のための25のプログラム、その中の第3節、国家予算の半減に入ったんですね。で、プログラムの18、全部で25がありますんで、18です。今日は通算で106回目の朗読ですね。ちょっと長いんですけど、非常に重要だと思うんで、5年で予算規模を2分の1に縮小するというところです。読みますね。第1章で、詳しく見たように、我が国には公的な借金が1066兆円あると。これ2002年段階ですね。で、現在は1100兆円だということですね。で、借金は国の分だけでも毎年40兆円以上も増え続けていると。で、国の借金に対する国民負担は利息だけで軽く1日400億円を超えているということですね。年間だと12兆円か。そうでしょうね。で、我が国は毎年毎年、元利返済金額より新たな借金の方が大きいというサラ金地獄に陥っていると。この事態への、対応策として政府が取ってきたのはさらなる行政主導の投資政策だが、こうした官製経済の拡大は悪夢が悪夢を呼ぶ結果をもたらしたに過ぎないと。小泉首相は平成24年度予算で新規国債の発行を30兆円以内にすると公約しているが、この程度の方針では悪夢から脱出する展望はないと。だから毎年歴代自民党政権というのは200兆円の国債を発行してたんですね。で、そのうち100兆円というのは毎年100兆円の今までの国債の返金ですよね。弁済ですよね。するために100兆円の国債の償還を毎年実現するために新たに100兆円の国債を発行するという、まさにタコが自分の足を食って生き延びると。借金の返済のために借金をするというサラ金地獄そのものなんですね。そのことが国民に知らせられてないから、200兆円毎年国債を発行しているっていうことすらもマスコミは隠してるんですね。で、残りの100兆円のうちだいたい40兆とか50兆が赤字国債と言われる赤字の分、一般会計の赤字の分を補填するために40兆50兆の国債を発行すると。で、この石井さんの文章で、小泉内閣では40兆50兆じゃなくて30兆以内に削減すると
いう公約を掲げたんだけど、全然、全体200兆を30兆にするんだって分かるんですけど、40兆50兆の赤字国債を30兆にするっていうだけでは全然ダメでしょ。で、残りの60兆のうち、財政投融資、これがいわゆる、銀行ですね、金融機関に対する援助金ですよね。これが30兆ぐらい、そして残り30兆が建設国債というゼネコン向けの援助資金と。だから全部で200兆円なんです。200兆円を30兆にするんだったら分かるんですけど、赤字国債だから、一般的に新規国債って言った場合赤字国債を言うんですけど、赤字国債以外に今言いましたように在当国債と、それからゼネコンへの援助資金としての、建設国債と、これで全部で200兆円なんですね。で、我が国の国家予算の規模は一般に信じられている85兆円、平成12年度ではなく、実際には財政運営の主体となっている特別会計を軸とした260兆円であると。税収47兆円に照らして国の予算がこのように異常な規模になった大きな原因は、ゆうちょ総額255兆円、年金積立金総額140兆円、官報総額20兆円などから特別会計で借金をし、事業予算に充てる仕組みなんだと。これなんですね。でもちろんこれ以外に国債の乱発もあると。平成13年予算と見ても250兆円の歳出のうち、補助金は一般会計で 22.1 兆円、特別会計で 31.9 兆円の合計54兆円が計上されていると。このうち地方交付金、一部公共事業関係費も含むと、特殊法人等へ支払えるものおよび福祉教育関係を除いたもの、すなわち公共事業関係と企業関係、経済関係のもの合わせて30兆円を超えていると。また公共事業費は相当部分は補助金と重複するが30兆あり、これに公共事業人件費、公共事業借金、建設国債負担など含めると、公共事業費と補助金総体の予算額はさらに数十兆円増えると。こうした実態からすれば、公共事業費と行政企業を含めた補助金の総額のうち、5年かかって年間予算を30兆円削減することは決して困難ではないと。さらに向こう5年間で260兆円の歳出を全てを抜本的に見直し、中央政府の予算規模を含めてドイツ、フランスの5倍、アメリカとほぼ同じ190兆円に縮小することが必要であると。つまり会計全体の整理簡素化と合わせて歳入歳出を100兆円縮小すると。これをどう達成するかということですね。だからアメリカ連邦予算とほぼ同じ190兆円、アメリカの連邦予算と同じ190兆円規模に縮小するって、もっとでしょうね。ドイツ、フランスの5倍っていうのは190じゃなくて150兆じゃないですか。150兆円ってことは、歳入歳出を150兆縮小するということじゃないですかね。退路を断ち背水の陣、砂月さん。まだ選挙前ですが、この勝負すでに決まったのも同然と感じましたと。石森さん、どういうふうに感じたんですかね。要するにまた自公が過半数を取るということなんですかね。石森さん、体に重度の
障害を持つ2人を立候補させて、同じような障害を持つ人々との関わりを国会から始めようとしている山本太郎は、はるかに大きな覚悟でこの勝負に臨んでいるのですねと。石森さん、この勝負すでに決まったもの同然と感じましたということは、やはり反自公勢力が勝つということなんですかね。ちょっと分かんないですね。ということですね。だから石井幸喜さんは日本の歳出はいですってことはそういうことですね。我々が勝つと、不正選挙がなければ我々が勝つと、こういうことでしょうね。勝たねばダメですね。これが最後のチャンスだと思いますね、私は。明治維新以降現在まで、140年間の日本で最後のチャンスだということでしょうね。選挙に行ってもらわないと困りますということですね。ということで、さてこれ石井さんのあれですね、大方の読者は国家予算を100兆円も減らすなど空想的で非現実的な話だと思われるかもしれないと。しかしそんなことはないと。歳出を大幅に圧縮する鍵は一般会計85兆円から51.6兆円を受け入れ、総額336.7兆円歳入に膨れ上がっている特別会計にあると。差し当たり大幅に整理縮小できる予算事項と歳出は次のようなものだと。まず地方交付税特別会計と。地方交付税特別交付金は一般会計から交付税特会を通じて地方公共団体に支払われると。一般会計から、交付特別会計に入るのは17兆円なのに、地方へは約20兆渡されていると。約4兆円もの差が生まれているのは、竹下登首相時代に創設された地方独特の公共事業への交付金最大 55% や公共事業の地方債記載への補助金など一般会計から出せないものがあると。特会を用いてこのような姿になったんだと。からこの4兆円は交付税特会が資金運用部から借り入れていると。借りても返せないから利息も含めて毎年上積み借り換えを行うと。返済財源のない借金と。この結果平成13年の借り換えは 42.5 兆円に達したと。42.5 兆円を借り入れて 38.8 兆円を返済する。その返済は国際整理基金特会を通じて資金運用部へ渡ると。複雑回帰、奇妙起点列だと。この 42.5 兆円は第1章に示した国の借金に、計上されていると。このような不明朗な特別会計を廃止し、地方交付金は一般会計が直接そうですよ処理すべきと。地方単独事業への交付補助交付や地方記載への補助金も見直すことができ、歳出削減ができると。すなわち国の予算の歳出特別会計 42.5 兆と歳入 38.8 兆円は整理削減することができる。から特別会計の中の在当融資資金への繰り入れ約44兆円は特殊法人を廃止することによってほぼ不要となる。すごいですね。44兆円いらなくなる。平成13年度予算で見ると財政、融資特別会計が在当資の形で、調達する43兆円がそのまま財政、融資資金に繰り入れられると。したがって在当制度の抜本的見直しと特殊法人廃止によって43兆円は次第に縮小ゼロに近づくことができると。これはまさにゆうちょや年金という国民の資産から借金をして国の予算に充てている不正常な歳入歳出であるから廃止することが重要であると。これで43兆円浮くんですね。
から郵便貯金2.5兆円、郵便事業7.5兆円の特別会計は平成15年の郵政公社化とともに廃止されるのが当然ということですね。だここで10兆円ですね。特別会計のうち道路整備4.5兆円、港湾整備4588億円、空港整備4800億円、治水25兆円、土地改良5500億円など公共事業関係の支出も一般会計に移行し、原則として税収の範囲内で、管理すると、相当数が歳出可能となると。これでいくらかな、治水がすごいですね、25兆ですから、25兆の5兆で30兆、30兆の1兆で36兆円ですよ。36兆円のいわゆる公共事業、これを半分以下にやるということですから、36兆だから18兆、20兆ぐらい削減できますよね。ということはさっきの43兆円プラス20兆63兆円、それとゆうちょのあれで10兆73兆円がすでに削減されるということですね。それプラス平成31年における特殊法人認可法人への政府予算支出は一般会計から4兆円、特別会計から 3.5 兆円、計 7兆5000億、これはゼロにすると。だから今いくらと言いましたかね、70兆円で10兆円で80兆円、80兆円が削減できるということですね。で石井さんの言うのは 100兆円縮小するということなんで、あと20兆円で、私から言えば150兆円縮小すると、あと70兆円ですね。というのが、だから今日の読んだところで非常に重要ですよね。ヘチさん、もちろん山崎先生はその異端の最先端で異端ですね。今年から緩和されたネット選挙運動の活用次第では新勢力が注目を浴びる可能性がありますよねと、そういうことですよね。砂月金さん、運輸通信関係は予備自衛官として徴用すると。運輸ですね。前線同盟なんか組合員が反対してるんですよね。予備自衛官で戦争に動員されるということですね。ということですね。山崎先生と言われるほど偉い人じゃないんで、普通でいいですよ。山崎さんで結構ですよ。ということですね。非常に具体的で、こういうことを本来だったら政治学者とか財政専門の経済学者とか言うべきなんですけど、彼らは一切言わないで、こういうことが石井さんが初めてじゃないですか、具体的に暴露したっていうのは。ということで今日の読んだところは非常に重要ですね。大したもんですよね、石井さんね。残念ですね。彼なんかが首相、今でも生きてたら山本太郎とかあるいはオリーブの木とかなんかと一緒に新勢力の中心メンバーになってたはずですよね。だから敵はちゃんと知ってんですね。中心になる最重要メンバーは殺すと。これか。1960年の浅沼稲次郎社会党委員長が視察されたのも、彼が社会党左派の中心人物だったからでしょう。ということですね。
そして今日のメインテーマですね。時間が55分15秒ですね。そうですね。視聴されている方が同時期で59分、全体で135名様、コメントが42件ですね。太郎氏にボディーガードです。そうですよね。必要ですよね。あんまり気にしてないみたいですね。今日もノーガードでしたね。今日のメインテーマですね。本日7月4日公示、7月21日投開票の参議院選挙の最大の争点は、日本国民が憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返す未曾有の犯罪者集団イコール安倍自公政権の議席を52以下の過半数割れにして完全打倒への第一歩を踏み出せるか否かであるということですね。H さん、令和新選組山本太郎の記者会見の動画の YouTube アップ動画は半端じゃありませんと。応援する人はそれらの動画を自由に活用できると思いますということですね。ということで、安倍自公政権は2012年12月に第二次安倍内閣が発足して以来、今日までの7年間に数えきれないほどの憲法破壊と国家権力犯罪を繰り返してきたと。でもしも日本にですね、自民党政権の番犬でしかない最高裁の上に本当の意味の憲法の番人である憲法裁判所があったならば、安倍自公政権が強行採決で成立させてきた法律のほとんどは憲法違反と認定され無効にされていただろうということで、これ以下ですね、安倍自公政権による主な強行採決の一覧表っていうのが誰かの妄想ハテナブログ版っていうなかなか優れた、おそらく法律関係の専門家が書いてるブログだと思うんですよね。でここに第一次安倍政権による主な強行採決の一覧表がずっと書いてあったんですね。そして、第二次安倍政権の一覧表ですけど、途中までなんですね。安保法制までという、これ非常にいい情報なんで、これを私は転載したんですね。で第一次安倍政権による主な強行採決で、2006年9月26日から2007年9月26日、たった1年しかやってないですよ、彼は。複数で、参議院選で負けてですね、放り出したという1年しかやってないんですけど、この表を見ると20のですね、強行採決を乱発してるんですね。20の法案を強行採決で成立させていると。その中の最大のものが改正教育基本法という、これなんですね。で第一次安倍内閣による主な強行採決の1として、改正教育基本法、これは2006年11月15日に衆議院の特別委員会で強行採決され、衆議院の本会議で強行採決された。そして、1ヶ月後ですね、参議院の特別委員会で、2006年12月14日に強行採決され、翌日参議院の本会議で強行採決された。これですよ。で3つ目が地方交付税法、4つ目が国民投票法、これですね。国民投票法、要するにもうこの頃から安倍晋三っていうのは教育と、それから憲法、教育を国家主義、愛国教育、軍国教育に向けて教育基本法を改正すると
いうのを目標にしてましたので、まず最初に強行採決させたのがこれなんですね。で次に来るべき、国民投票改正に向けた国民投票に向けた国民投票法を改悪するということを次にしたんですね。2007年4月から5つ目の強行採決は在日米軍再編特措法とから6つ目が改正少年法、7つ目が公正保護法、8番目が国民投票法、これは衆議院参議院ですね。で9番目が改正イラク復興支援措置法、10番目が社会保険庁改革関連法、11番目が年金時効撤廃特例法、12番目が政治資金、規正法、13番目が電子記録、再建法、14番目が改正イラク復興支援措置法の参議院ですね。で15番目が改正学校教育法、16番目が改正地方教育行政法、17番目が改正教員免許法、18番目が社会保険庁改革関連法、19番目が年金時効撤廃法参議院ですね。20番目が国家公務員改正天下り自由化と、これが20なんですよ。ですからもう議会なんかあってなき日本はないようなもんなんですよね。だって法律の原案を内閣が作って閣議決定して、で国会に提案して、そして、3分の2の議席を独占する自民党と公明党が支配する衆議院と参議院で、最初は特別委員会とかなんかの委員会で、ある時間を決めて審議すると。で時間が経ったらですね、十分な審議が終わったんだということで、特別強行採決をして、委員会を通して、で翌月には衆議院参議院の本会議でこれも強行採決ということなんで、もう完全に議会なんかないんですよ。議会民主主義なんてありえないんですよ、日本では。これ見ててもたった1年で20の法案を全て強行採決して、一方もですね野党の意見を入れて修正するということは一切ないんですね。全部自民党が自分たちに有利な内容を入れた条文を作って、それを内閣提出議案として、国会に提出して、で衆議院も参議院も強行採決で成立させちゃうというとんでもないことが起こっちゃってるんですね、日本では。これ改めてたった1年で20の法案を強行採決した安倍と、そして第2次安倍政権でこのリストにあるのは17ですけど、この中でも一番重要なのが特定秘密保護法というこれですね。それと労働者派遣改正ということで、要するに、自由裁量で特定のいわゆる、コードホワイトカラーのいわゆる幹部労働者に関しては労働時間の総規制を外しちゃうということですね。から自衛隊法の改正とか、そして、重要なのが国際平和協力法という名の下の戦争法案ですね。でこのリストでは12年の12月26日から第2次安倍内閣の15年の7月15日まで、この戦争法案の成立までのリストが載ってるんですね。で、特に、安倍が強行した戦争法案の一覧として、これは
11本の法律が改正されてるんですね。自衛隊法、国際平和協力法、周辺事態安全確保法、船舶検査活動法、事態対処法、米軍行動関連措置法、特定公共施設利用法、海上輸送規制法、捕虜取扱法で、10が国家安全保障会議設置法と。これも完全にあれですね、自分たちが好き勝手にですね法律を作って起案して、戦争法案を11本も同時に、強行採決させたということなんですね。でこれが一番最初7月15日ですよ。7月15日に11の法案を一括して強行採決したと。すごいですねこれね。もう完全に狂っちゃってるね、安倍は。おそらくアメリカに追われるまま、そういうことですよ。そしてこの戦争法案が成立した1週間後かな、これを強力に、主張してきたジャパンハンドラーズの CSIS、 このメンバーの主要メンバー5人が揃ってですね、安倍のところに表敬訪問してるんですね。で安倍よくやったと、自分たちが主張してた戦争法案を日本自衛隊が米軍が始める侵略戦争に、従軍できるような戦争法案をよく作ってくれたと、よく強行採決してくれたと言って表敬訪問した。その写真を私何回も取り上げましたけど、そういうことなんですね。まさに売国なんですね。ということです。そして今日のメインテーマの関連記事として、露骨な国民騙しのビジレイクと、安倍事故の公約は嘘ばかりという二冠現代の上なんですね。上と下でなかなか長い記事で、よくまとまっている記事、これを今日の関連記事にしたんですね。ということで今日のメインテーマの1ですね。明治維新1867年の明治維新から現在まで2019年までの140年50年の日本の近代の歴史の中で、今回の参議院選挙っていうのは我々普通の市民国民が文字通り主権在民の民主的な国家社会にするための第一歩を踏み出せるかどうかと。そのためにはこの未曾有のですね犯罪者集団自公ファシスト政権を過半数割れにすると、52議席以下にするということが絶対必要なんだよね。そして安倍に再び腹の調子悪くなって、政権を投げ出させるということが必要なんですね。砂月にさん、自民党憲法審査会まで中谷船田元政副議長をクビにして安倍氏案と。そうなんですね。表敬ですかと。表敬なんです。これ明日の放送の中で今日の画像の中で、出しますよ。もうみんなニコニコしながら安倍のところに来て、握手したんですね。
でこの写真も大手マスコミは一切批判的なコメントを出さないですね。これ見てもわかるじゃないですか。この戦争法案を安倍に、今こそ採決させるべきだと言って具体的な提案をしたのがこいつなんですよ。アーミテージなんか。ということですね。砂漬けさん、俺の愛人になれ、日本の現実、外国人技能実習生の悲鳴と、すごいですね。予算委員会も開かれないと。砂漬けさん、かたくなに共闘を阻んでいた立憲を野党共闘に向けさせた太郎と新選組の存在は相手側には脅威と、大脅威でしょうね。土山純一さん、コンティニューコイン2枚ですね。はい。ということで、今日のメインテーマのポイントだけでもアップしますね。のこのこさん、コンティニューコイン、アフターマッチさん、お茶ですね。マイナス5。安倍自公政権は2012年12月第2次安倍内閣が発足してから今日まで7年も経ってるんですね。数えきれないほどの憲法違反と権力犯罪を繰り返してきたと。こんな政権ありえないですね。でもしも日本に自民党政権の番犬でしかない最高裁の上に本当の憲法の番人である憲法裁判所があったならば、安倍自公政権が強行採決で成立させた以下の法律のほとんど全ては憲法違反として認定され、判定され、裁定され、憲法裁判所に無効になったと。だから憲法裁判所はないっていうことが致命的なんですよ、日本は。自公政権の番犬でしかない最高裁があたかも憲法の番人みたいな顔して国民を騙しているということですね。砂月さん、コンティニューコイン。で、これが自公政権による主な強行採決第1次。このサイトはなかなか優秀ですね。あれ、誰かの妄想はてなブログ帳と、かなり法案議会の進行をフォローしてる人ですよね。うわ、教育基本法なんですよ。安倍が是が非でもやりたかったと。ですからもう真っ先に
これを強行採決って言うんですね。愛国主義を入れ込んだんですね。だから国民投票法っていうのも、もうなんか完全に憲法改正改悪憲法破壊に向けた法案の強行採決を第一次からしてたということですよね。から20が天下りの自由、国家公務員、それから第2次安倍内閣、2番目特定機密法、憲法違反そのものじゃないですか。から労働者派遣法改正、それで国際15年の7月15日国際平和協力法、これが戦争法なんですね。ヘチさん、詳細はよく分かんないんですが、現在日本の教育現場にいながら道徳の科目というのは正直北朝鮮の影響下でかつての朝鮮学校で行った思想教育の焼き直しと感じてしまいますと。私はその教育を受けたものですと。そうですよね。だから安倍は道徳教育、戦前の愛国主義、軍国主義、大日本帝国教育を導入しようと思って、あのようなカゴ育みたいなとんでもないやつを使って、小学校、彼は幼稚園でそういう軍国教育、愛国教育をして、で次に、小学校だということで、中学高校大学まで、やろうと思ったでしょ。日本会議そのものだから、安倍はまさに日本会議の主張する天皇制、軍国主義教育、天皇制愛国教育を日本の公教育の中に導入しようということをやってきたということですよね。だからそれに対して現場の先生たちがどこまで抵抗してんのかということですよね。なんかみんな黙っちゃったんですかね。三枝クララさん、コンティニューコインですね。K さん、北朝鮮は戦前の日本の天皇制とに、そうですね。私が考えるにはキム王朝の3代っていうのはあれほど完璧な完全支配体制、思想教育等々のモデルがあるはずなんですね。でそれが戦前の日本の天皇制、軍事独裁体制、そして天皇教の国民洗脳ということがモデルになって、おそらくそれは瀬島隆三あたりが当時、シベリアに抑留されてて、6年か7年何やってるかよく分かんなかったんですね。
でおそらく、北朝鮮をロシアの支配下に置くために北朝鮮独特のですね、独裁体制を日本の天皇制をモデルにして、させたということで、スターリンがおそらく瀬島隆三なんかの元の、長野学校の部隊なんかを送り込んだんじゃないですかね。そうじゃないと今まで続く完全なる独裁支配体制、モデルがなければこれほど完全な形で完治なんかできこないですよね。まあ私の試験ですけどね。三枝クララさん、コンティニューが2枚ですね。ということです。なんだっけ。そして最後に、安倍政権が強行した戦争法案の一覧表ですね。これは11の法案を一括して強行採決だって普通だってありえないですよね。11の法案をですよ、一度に。こんな国は民主国家じゃないでしょ。議会制民主主義じゃないでしょ。すごいですね、これね。やりたい放題だね。国民は知らないんですね。11もの法律が一括して国際平和安全体制整備法案として11の法律が一挙に採決されたということすらも知らないでしょ。私も知らなかったですよ。関連法案の具体的な名前も知らないですよね。ひどいもんですね。こうして戦争に誘導されると。これが5つ目、6つ目。戦争するために、自衛隊が戦争できるようにするために必要な法律を全部揃えて一括強行採決だということですよね。7、8、9、10。ということです。それで関連記事として日刊現代の今日のあれですね、記事、露骨な国民騙しのビジレイクと安倍自民の公約は嘘ばかりの上ですね。これほど嘘を公然とつく人間というのはまともじゃないですよね。サイコパスですよね。社会的、人格破壊者ですよね。ということです。もう84分ですね。さっき出てこなかったデニーさんですね。沖縄の知事デニーさんを支持した最初の人が野原さんかなですね。それで今日のトピックス、
安倍政治への終止符を問う参議院選公示、争点は年金&消費税と日韓現代。だから消費税を問うっていうのはいいんですよね。まさにそうなんですよ。もう引導を渡すと。やめろよと。で、その次の段階だと、もう安倍晋三をトップとする権力犯罪者一味を全員逮捕すると。裁判にかけて監獄に送るということが必要でしょうね。第2段階でね。で2つ目が例は重度障害者2人を特定枠に山本太郎氏は比例転出と。これですね。から3つ目が老後2000万円報告書をまとめた担当局長退任へと。退任ですよ。 NHK 首切りでしょ。それから危険なほど過密と。米テキサス州の移民施設国土安全保障省が警告というさっきの画像ですね。死人が出ますよね、これ。劣悪な環境だと。子供も一緒ですからね。で、子供は子供刑務所っていうのがあって、別に親から引き離してそこに収容するというとんでもないことをやってんですね。トランプ同じですよ。サイコパスですよ、あいつら。から半導体素材輸出規制した日本政府、次のカードはビザ報復と。ビザに制限かけるという。当然ながらやるでしょうね、あいつら。だから韓国にとっても安倍政権を我々が打倒するってことは彼らにとってもいいことなんだよね。から今日の重要情報、ニュース23党首討論で安倍首相の集大一部始終と。自民党フェイク本配布問題で悪あがきと。ルール無視に小川彩香っていうのかな、彩香か、キャスターですね、メインキャスター。なんかとんでもない本で、私は知らないと、私は読んでないと白を通したんですね。本当の生まれつきの嘘つきだな、あれね。これはリテラです。ということで今日の放送はこれで終わりですね。全部で、89分05秒視聴されている方が同時期で58人様、全体で180名様、コメントが83件ということですね。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日木曜日、現在日本時間でもう23時11時21分ですね。ということで、明日金曜日ですので、できるだけ早く始めたいと思います。ヘチさんありがとうございました。お疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。また明日よろしければ合流してくださいということで、今日の放送はこれで終わります。お疲れ様でした。